ナインダストリーズの福島です。前回はハンドル交換をやったんですけど、その後に実はイベントがありまして、でその出店に合わせてちょっとカスタムをしちゃいました。それを少し紹介したいと思います。まずはフロントからフロントフェンダーを交換したんですけど、ノーマルのフロントフェンダーって結構やぼったい感じで、ちょっとクラシックな感じでかっこいいっていう見方もあると思うんですけど、パフォーマンスバーガーにしたいっていうことなんで、できるだけスタイリッシュにしていこうっていうことで、カーボンでさらに、短いスタイリッシュな感じにしてます。で、一応ノーマルこれなんですけど、比べると全然長さも違うし、やぼったい感じがね、とにかくなくなるかなみたいな感じです。で、次はウィンドシールドを買いました。これはクロックワークスのやつで、自分はクロックワークスすごい好きなんで、毎回 ST もそうだし HX もこれにしてます。で、これの特徴はちょっと反り上がってる形状になってるんで、風の抵抗が上に行くよっていうやつと、見た目がかなりシュッとするというかと思ってるんで、これをよく使ってます。で、次は、ステップ周りですね。で、これはクラウスのフロアボードとブレーキレバーで、向こう側が、シフトレバーのセットのやつを書いてみました。で、これちょっと後ほどまた詳しく見たいと思います。で、次はリアサスです。リアサスは、クラウスのマウントとオーリンズのリアサスを使ってます。このクラウスのマウントはこのタンク別体のサスペンションを、かっこよく後ろに出せるっていうパーツになってます。で、このスタイルは、パフォーマンスバーガーはみんなこのスタイルやるんですけど、タンクが後ろに出てて、サスもちゃんとこだわってるぜみたいな。で、走りも攻めて走るっていうのが後ろから見て伝わる、カスタムかなと思うんで、これすごいかっこいいと思います。で、サドルバッグを今外してみました。外すとここのクラウスのステーが、これ普段隠れちゃってるんですけどね、出てきます。これめっちゃかっこいいですよね、これだけでも。で、これ実はですね、ちょっとこれサスを間違えて買ってしまって、これオーリンズとスクリーミングルのコラボサスなんですけど、これ別に適合が間違ってるわけじゃないんですが、クラウスのこのマウントを使うとちょっとクラウスが想定してる取り付け位置よりも上になっちゃってて、本来ここにつくんですけど、このケーブルがちょっとね、なぜかこのバージョンは短いっていうことで届かないっていう状態に今なってます。なんで本来はもうちょっとこのタンクがこうなって、でここにマウントが来るみたいないう感じになってます。じゃあ次行きましょう。足回りもう一回戻ってきました。クラウスのフロアボードとレバーのセットですね。で、これはめちゃめちゃ高級パーツですけど、高級なだけあるいろんな仕組みがあります。まずは、この見た目がね、まずめちゃめちゃかっこいい。で、フロアボードはここにね、ギザギザがいっぱいあるんですけど、手で触ると痛いぐらいのギザギザがあります。で、これ雨の日も多分ね、相当ホールドしてくれるような作りになってます。で、このフロアボードは、ノーマルに比べて1インチ上に上がります。で、2インチ手前に来るっていうことで、座った時に手前に来るようにっていうのがすごい考えられてて、ちゃんとバイクをコントロールするっていうのがクラウスの思想でもあるんで、それがすごく反映されたパーツだと思います。で、ブレーキレバーですね。これもかなり調整幅が広くて、まずここが360度回ります。で、ここでも回ります。なんで、自分の好きな位置に、それぞれの好きな位置に合わせられるようになってますね。じゃあ次はシフトに行きましょう。シフト側です。で、まずフロアボードはさっきと同じです。シフトレバーなんですけど、まずノーマルのは、前だけがね、ついてて、前だけでももちろん操作はできるんですけど、ツアラーはゆったりとね、走るっていうのも
あるんで、昔からシーソーペダルが使われてます。でシーソーペダルはリア側を踏めば、前を上げたのと同じことができると。シフトアップですね。で、クラウスのこのペグは、リア側はもうシフトペグがついてないタイプ。ちょっとだけこう、突起が出てると。でこれがめちゃめちゃ良くて、走っている時には邪魔にならないし、踏みたい時にはちゃんと足が引っかかって踏めると。すげえこれも考えられてるなと思います。で、ブレーキの方と同じで、ここも調整ができるんで、その人の一番こうポジションに合ったところに調整できるようになってますと。でついでに、ダービーカバー、これもクラウスのやつですね。でこれはバンクした時に素材がプラスチックなんで、樹脂かなんでちゃんとこう削れてくれるんですね。で削れると、これ以上バンクしたら危ないよっていうのがちゃんと分かるっていうメリットもあります。でこいつ自体が別売りになってるんで、もし削れちゃっても付け替えれば治りますという感じですね。なんで、クラウスがこうね、足回りが揃ってるんで、こういうカスタムもかっこいいんじゃないかなと思います。はい、ってことで HX カスタムプロジェクト第2弾ということで、フロントフェンダーと足回りとリアサスを説明させてもらいました。次はやっとマフラーに行けるからっていうところなんですけど、まだちょっと24年のチューニングのデバイスが出てなくて、もうすぐ出るってことなんで、今それを待ってる状態です。で、マフラーやってないですけど、これぐらいカスタムすると割とこうパフォーマンスバガーっぽい感じにどんどん近づいてるからっていう感じなんで、このままどんどん進めていきたいと思います。次はマフラーできるといいなと思ってます。それでは。